うちでこんな景色は見たことがない。これは異常事態だよ。半世紀近くこの球団を持つローオーナーが満員のスタンドを見つめ声を震わせました。史上最弱と呼ばれた球団を一人の日本人が作り変えたのです。今、アメリカ・シカゴで信じられないことが起きています。一人の日本人がこれ以上ないほど華やかな一日を演出してみせたのです。村上宗隆。本拠地でのアストロズ戦に2番1塁で出場した村上が5打数3安打、メジャー自己最多となる6打点の大暴れでチームを12対3の圧勝に導いたことは皆さんももうご存知の通りです。特に1点を追う初回に放った逆方向へ突き刺さる21号逆転ツーラン。それは実に60日ぶりとなる怪我からの復活を告げる値千金の一発でした。さらに8回にもダメ押しの22号ソロ。2本のアーチで村上はこの日、球場を熱狂の渦に叩き込んだのです。しかもこの一日はただの一日ではありませんでした。この日は球場に来場したファンに村上をかたどった人形が配られる村上のための特別な記念日。そしてスタンドにははるばる日本から駆けつけた村上の両親の姿がありました。始球式のマウンドに立った両親。その目の前で息子が復活の一発をしかも2本も叩き込んでみせたのです。誰かが仕組んだとしてもここまで見事にはいかないでしょう。まさに筋書きのない最高のドラマでした。ですが皆さん、私が本当にお伝えしたいのは村上の活躍そのものではありません。その活躍がこの球団にこの街にもたらした変化の方なのです。その夜、満員に膨れ上がった観客席を見つめながら一人の老人が声を震わせてこう漏らしました。ジェリー・ラインスドルフ。このホワイトソックスというチームのオーナーです。こんな景色は見たことがない。これは異常事態だよ。皆さん、この言葉がどれほど重いものか、それを知るにはこのローオーナーがどんな人物なのかをお伝えしなければなりません。ジェリー・ラインスドルフ。彼は半世紀近くにわたってこのホワイトソックスというチームを保有し続けてきた球界でも屈指の長老とも言うべきオーナーです。勝った試合も負けた試合も数えきれないほど見てきた。歓喜も絶望も味わい尽くしてきた男です。良くも悪くも滅多なことでは動じない、酸いも甘いも噛み分けた老練な経営者。それが彼の姿でした。その何十年もの間、球場のあらゆる景色を見てきたはずの男が、見たことがないという、動じないはずの男が声を震わせる。異常事態だとまで口にする。これは並大抵のことではないのです。なぜこのローオーナーはこれほどまでに心を揺さぶられたのか。その答えを知るには、このチームがつい最近までどれほど深い暗闇の中にいたかを思い出す必要があります。ほんの一昨年のことです。2024年、このホワイトソックスというチームは、ある不名誉な記録を打ち立てていました。シーズンなんと121敗。これは長いメジャーリーグの歴史の中で、一つのシーズンにおける最多敗戦記録。つまり、この年のホワイトソックスは、メジャーリーグ史上最も弱いチームだったのです。その弱さは生半可なものではありませんでした。打率も本塁打も得点もほとんど全ての打撃の指標でリーグ最下位。かつて地区優勝を果たしたこともあったこのチームはエース級の投手を次々と手放し、坂道を転げ落ちるように弱体化していきました。3年連続で100敗以上。負けることが当たり前になっていたのです。そして弱いチームに待っているのはファンの失望です。かつて熱狂に包まれた本拠地レートフィールドはいつしか空席が目立つようになっていきました。応援していても勝てない。期待しても裏切られる。ファンは少しずつ球場から足を遠のけていきました。負け続けるチームとガラガラのスタンド。それが少し前までのホワイトソックスの見慣れた景色だったのです。このチームはもう終わった。誰もがそう囁いていました。ところがです。その負けることに慣れきった不人気球団の本拠地が今満員の観客で埋め尽くされ、割れんばかりの歓声に包まれている。ローオーナーが異常事態だと震えたのは、このあまりにも劇的な変化に対してだったのです。一体何がこの最弱球団を変えたのか。答えはたった一つ。一人の日本人の存在でした。なぜ村上宗隆はチームを勝たせるだけでなく、去っていったファンを呼び戻し、街を熱狂させ、そして、あの動じないはずのローオーナーの心まで震わせることができたのか。ここからは
一人の日本人がメジャー史上最弱の球団を丸ごと生まれ変わらせた奇跡の物語を見ていきます。まず、村上が来る前のこのチームの姿をもう少し詳しくお話ししなければなりません。2024年121敗。その数字の裏にあったのは想像を絶する惨状でした。打線は一向に点が取れず、投手陣は毎試合のように打ち込まれる。チームの得点と失点の差は実にマイナス300を超えていました。これはたまたま調子が悪かったという次元の話ではありません。チームという組織が根っこから壊れていたという証拠でした。かつてこのチームは地区優勝を争う強豪でした。ところがフロントの方針でチームの軸だった一流選手たちが次々と他球団へと放出されていったのです。残されたのは経験の浅い若手ばかり。勝ち方を知らない集団は負けを重ねるうちにどうせ今年もダメだという空気にすっかり支配されていきました。負け癖。それが当時のホワイトソックスを覆う最も重い病でした。そんな最弱球団に日本からやってきたのが村上宗隆でした。日本では史上最年少で三冠王に輝いた押しも押されもせぬ大打者。ですが、その村上が選んだ移籍先がよりによってメジャー史上最弱の球団。周囲の反応は決して温かいものばかりではありませんでした。なぜわざわざ一番弱いチームへ。大打者が一人来たところで、あの惨状が変わるはずがない。そんな冷ややかな声も少なくなかったのです。ところが村上はその予想を開幕からいきなり覆してみせます。開幕シリーズ。村上はなんと最初の3試合で3試合連続となるホームランを放ったのです。これは日本人選手として史上初、メジャーの歴史全体でも4人目というとてつもない離れ技でした。負けることに慣れきったチームにいきなり鮮烈な一発が突き刺さる。クラブハウスの空気が変わり始めた瞬間でした。このチームのゼネラルマネージャー、クリス・ゲッツは当時をこう振り返ったと言います。正直に打ち明けるとね、私たちも彼にどこまで期待していいのか測りかねていたんだ。日本のスターだということは知っていた。だが、うちはあの121敗のチームだからね。ところが、彼が来て、最初のたった3日で、私は自分の考えが間違っていたと悟ったよ。クラブハウスの空気がまるで違うんだ。彼が打席に立つたびに、ベンチの若い連中が身を乗り出して見ている。次は何を見せてくれるんだってね。長い間、うちのベンチから消えていた、あのワクワクが戻ってきたんだ。村上がもたらしたのは一本のホームランだけではありませんでした。このチーム、何かが起こるかもしれないという期待。その空気こそが負け癖に沈んでいたチームを内側から変え始めたのです。そしてチームは勝ち始めます。シーズン前、このチームの現実的な目標は70勝前後だと見られていました。3年連続100敗のチームですから、それでも十分な進歩というわけです。ところが、村上を中心にチームは予想をはるかに超える戦いを見せます。シーズン序盤には勝率5割を超え、なんと地区の上位を争うまでに浮上していったのです。史上最弱と茶を礼されたあのチームがです。若い選手たちは村上の背中から多くを学んでいました。チームの主力であるベテラン、ベニンテンディは村上の存在についてこう語ったと言います。胸は、俺たちに勝つってことを思い出させてくれたんだ。俺たちは負けることに慣れすぎていた。心のどこかで、どうせ今日も負けるって思ってた。でも、胸は違う。あいつは、どんなに劣勢でも、絶対に諦めないんだ。1点を追う場面で、平然とホームランを打って、試合をひっくり返す。あの姿を、毎日隣で見てるとな、俺たちも思うんだよ。まだ終わってないってな。あいつは、打つだけじゃない。俺たちの心を変えたんだ。さあ、ここからが本当に驚く話です。村上が変えたのはチームだけではありませんでした。彼は一度は球場から去っていったファンたちの心まで取り戻していったのです。いつしかガラガラだった本拠地レートフィールドに少しずつファンが戻ってきました。村上のユニフォームを着た観客がスタンドを埋めていく。球団が売り出す村上のグッズは飛ぶように売れ、チームでもトップクラスの人気を誇るようになりました。さらには海の向こうの日本からも村上を一目見ようと観戦ツアーが組まれるようになったのです。明け続け見放されていた球団に再び活気と笑顔とお金が帰ってきた。チームを率いる監督、ウィル・ベナブルはこの光景を見てしみじみとこう語ったと言います。胸がしてくれたことは勝ち星をもたらした。
なんて言葉じゃ、とても足りないんだ。彼はね、この町にもう一度野球を好きにさせてくれたんだよ。この町の人たちは、長い間負け続けるチームに傷つけられてきた。応援するのが辛くなっていたんだ。それがどうだ。今、球場に来る人たちの顔を見てみろよ。みんな笑ってる。子供たちが、また野球選手に憧れるようになった。あの村上っていう男は、勝利だけじゃなく、この町の誇りを取り戻してくれたんだ。負けることに慣れた町に誇りが戻る。それは、金額では測れない途方もない価値でした。そして運命の今日という一日が訪れます。村上のボブルヘッド人形が配られる特別な記念日。日本から駆けつけた両親が見つめる始球式。その最高の舞台で村上は60日間も遠ざかっていたホームランを逆転のツーランという最高の形で叩き込み、さらにもう一発を追加し、自己最多の6打点を叩き出したのです。満員のスタンドは総立ちになり、球場全体が村上の名前を叫ぶ大歓声に包まれました。その光景を貴賓席から見つめていたのがオーナーのジェリー・ラインスドルフでした。半世紀近くこのチームを持ち続けてきた男。誰よりも長くこのチームの栄光と、そしてあの惨めな最弱の時代を見てきた男です。そのローオーナーは目の前に広がる満員の熱狂する景色を見つめながら、隣にいた者にこう漏らしたと言います。私はね、このチームをもう何十年も持っている。優勝した夜も見た。そして120回以上も負けた地獄のようなシーズンもこの目で見てきたんだ。ガラガラの寂しいスタンドをね。だからこそ断言できる。こんな景色は見たことがない。今、この球場にあるのはただの歓声じゃない。希望だ。負け続けて諦めかけていた私たちに、あの日本の若者が希望を取り戻してくれたんだ。これは異常事態だよ。良い意味でな。この景色を見られて本当に良かった。動じないはずのローオーナーの目には、うっすらと光るものがあったと言います。一人の日本人がメジャー史上最弱と呼ばれた球団を、その選手たちの心を、街のファンを、そして酸いも甘いも知り尽くしたローオーナーの魂までも震わせ変えてしまった。これはもはや野球の枠を超えた一つの奇跡でした。そしてこの一人の男がチームのすべてを変えるということの本当の意味とその重みを世界で誰よりも深く知る男がいます。かつて長く勝利から見放されていたチームに現れ、その背中一つで街全体を熱狂の渦に叩き込み、伝説となった男です。最後にコメントをくれるのはデビッド・オルティス氏です。いいか、聞いてくれ。今日の話はな、俺の人生そのものとあんまりにも重なっていて、正直、小言として話すのが難しいんだ。なぜだかわかるか。俺もな、弱かったチームが変わる瞬間を好みで生きた男だからだ。それも真ん中でな、俺がボストンにやってきた頃のことを話させてくれ。あの街はな、長いこと呪われていると言われていたんだ。何十年も何十年も頂点に手が届かないあと一歩のところで何度も何度も絶望を味わってきた。ファンはな、心のどこかでどうせうちは勝てないんだって諦めていたんだ。愛してるからこそ期待して、そして裏切られるのが怖かったんだよ。その街に俺は流れ着いた。安い契約でな。誰も俺に大きな期待なんてしていなかった。だがな、俺たちはあの街を変えたんだ。呪いを打ち破ったんだ。そしてあの街がもう一度心の底から野球を愛する姿を俺はこの目で見たんだよ。だからわかるんだ。今、シカゴであの村上がやっていることの本当の意味がな。まず、お前らに一つ大事なことを教えてやる。弱いチームの本当の問題はな、負けることじゃないんだ。意外だろ？だがな、これは本当なんだ。試合に負けるのは辛い、悔しい。だが、それだけならまだいいんだ。次があるからな。本当に恐ろしいのは、負けが続いた先にある諦めの空気なんだよ。負け癖ってやつはな、病気みたいにチーム中に伝染するんだ。選手がどうせ今日も負けると思う。ベンチが静かになる。そしてその空気はスタンドにも伝わる。ファンがどうせ応援しても足を運ばなくなる。球場から笑い声が消える。希望が消える。そうなったらもうおしまいだ。どんなに才能のある選手を集めてもその諦めの空気の中じゃ誰も本来の力を出せないんだ。121敗のチームってのはな、能力が低かったんじゃない。
心が折れていたんだよ。その一番厄介な諦めの空気を一人の人間が変えられるのか。普通は無理だ。断言してもいい。空気ってのは一人の力じゃそう簡単には変わらないんだ。だがな、ごく稀にそれをやってのける男がいる。それが本物のスターなんだ。そして村上宗隆はまさにその本物だったってわけだ。さあ、ここからが本題だ。村上があのチームで本当は何を成し遂げたのか、俺なりに話させてくれ。いいか、村上はただホームランを打っただけじゃないんだ。あいつは諦めていた連中に希望を注射したんだよ。考えてみろ。1点を追う場面で平然と逆転ホームランを打つ。60日も打ってなかったのに、両親の前で復活の一発を叩き込む。あの姿を負け癖のついた若い選手たちが隣で見てるんだ。すると、どうなる？あれ、もしかして俺たちも勝てるんじゃないか。消えかけていた、その小さな火種がもう一度灯るんだ。ロバート・ジュニアが言ったろ。まだ終わってないって思えるんだってな。あれこそが村上が起こした本当の奇跡なんだ。打点でも本塁打でもない。あいつはチームの心にもう一度火をつけたんだよ。そしてその火は燃え広がっていく。選手からベンチへ、ベンチからスタンドへ、スタンドから街全体へ。ガラガラだった球場にファンが戻ってくる。子供たちがまた村上のユニフォームを着て球場に来る。監督のベナブルが言ったろ。この街にもう一度野球を好きにさせたってな。これ以上の選手への賛辞がどこにあるって言うんだ。この話を聞いて胸の奥が熱くなったお前は野球が持つ本当の力を分かってる人間だよ。野球ってのはな、ただの勝ち負けじゃないんだ。街の人間に明日を頑張る力を与える。負けそうな人生をもう一度信じさせてくれる。そういう力を持ってるんだ。村上はそれをシカゴでやってのけたんだよ。そしてな、俺が一番胸を打たれたのはあのローオーナーの話だ。ジェリー・ラインスドルフ。半世紀近くあのチームを持ってきた男だ。栄光も地獄も全部見てきた男だ。そんな酸いも甘いも噛み分けた老人が涙ぐんで、こんな景色は見たことがない、と言った。希望だ、と言った。なあ、考えてみてくれ。一番心が動かなくなっているはずの人間だぜ。何十年も勝ち負けを見てきて、もう何を見ても驚かないはずの男だ。その男の凍りついていた心まで村上は溶かしちまったんだ。若い選手の心を変えるのもすごい。ファンの心を取り戻すのもすごい。だが、あのローオーナーの魂まで震わせたってのは、村上が変えたものがいかに深くて大きかったかの何よりの証拠なんだよ。いいか、ここで俺のテーゼを言わせてくれ。本物のスターってのはな、チームを勝たせる選手のことじゃないんだ。チームを、街を勝てる気にさせる選手のことなんだ。勝ち星はいつか止まる。連勝もいつかは終わる。だがな、一度灯った希望って火は、そう簡単には消えないんだ。その火が、次の勝利を呼び、その勝利がまた火を大きくしていく。村上は、その最初の一番大事な火を、あの最弱の街に灯したんだよ。数字には決して現れない。だが、それこそが、一人の選手が成し遂げられる最大の仕事なんだ。だから、冒頭のあのローオーナーの言葉を、俺はこう言い換えたい。これは異常事態だ。あれはな、驚きの言葉なんかじゃないんだ。負けることに慣れきって、諦めることに慣れきった男が、久しぶりに希望というものを目にして、思わず漏らした魂の言葉なんだ。異常なのは村上じゃない。異常なのは、たった一人の人間が、これほどまでに多くの人間の心を変えられるという、その事実の方なんだよ。最後に、これだけは言わせてくれ。俺は予言するぜ。この村上フィーバーは、まだ序章に過ぎない。あの街は、これから村上と共に強くなっていく。負け癖のついた最弱球団が、村上を中心に少しずつ勝つことを覚えていくんだ。そして、いつか、あの街が本気で頂点を狙う日が来る。その時、シカゴの人間は口を揃えてこう言うはずだ。すべてはあの日本の若者が来てくれた日から始まったんだってな。村上宗隆はこの街の伝説になるんだよ。日本から来た一人の若者がアメリカで一番弱かった街に希望を運んだ。勝利の味を忘れていた人々にもう一度夢を見せている。同じように
弱かった町を愛し、その町に希望を灯した経験を持つ俺には、あいつのやっていることの尊さが痛いほどわかるんだ。こんな美しい物語をリアルタイムで同じ時代に見届けられて、俺は本当に幸せだよ。そして、いつの日かあのレートフィールドが優勝の歓喜に包まれる日を俺は心待ちにしているんだ。その中心にはきっとあの背番号が立っているはずだからな。メジャーリーグ史上最も弱いと呼ばれた球団、負けることに慣れ、ファンから見放され、ガラガラのスタンドが当たり前だった球団。その球団が今、満員の観客と割れんばかりの歓声に包まれています。チームを変え、街を変え、そして半世紀近くこのチームを見つめてきたローオーナーの心まで震わせたのは、日本からやってきたたった一人の若者でした。村上宗隆が運んできたのは勝利だけではありません。負け続けて諦めかけていた人々にもう一度希望を信じさせる力、それこそが数字には決して現れないこの日本人スラッガーの本当の価値なのかもしれません。いつの日かあの本拠地が優勝の歓喜に包まれるその時、人々はきっと彼が来てくれたこの日を思い出すはずです。皆さんは MLB のレジェンドたちの熱いメッセージについてどのように感じましたか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。このチャンネルでは MLB で活躍する日本人選手を毎回深掘りしてお届けしています。次回の動画もお楽しみに、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。